皆さんこんにちは、幸子です。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。前に日本語の勉強にいい漫画を紹介してとても良かったと言われましたので、今日は別の新しい漫画を紹介しようと思います。前に紹介しました漫画はこれですね。これです。白熊カフェですね。この漫画はですね、すごくおすすめの漫画なんですけど、実はちょっと古くて、2006年から2012年ぐらいに書かれた漫画なんです。もう10年以上前になります。なので、私は新しくてストーリーも良くて、さらに日本語が難しくない漫画をずっと探していたんですが、最近ついに、見つけました。その漫画が、これです。皆さん見えますか？これタイトル読めますか？特別じゃない日です。はい、稲空穂先生の作った漫画です。見てください。絵がとっても可愛いですよね。この漫画は、SNS で人気の漫画なんですけど、日本語が優しくて、そして、心が温かくなるエピソードがたくさんあります。私はいつも鬼滅の刃とか呪術廻戦とか進撃の巨人とか、いつも緊張するようなバトル漫画を読むことがすごく多いんですけど、こういう優しいお話を読むと心が温かくなれる気がします。一人で夜読んでいたら、ちょっとおばあちゃんに会いたくなって、もうおばあちゃんはもう亡くなっているんですけど、ちょっと泣いてしまいました。私が読んでいるような日本の漫画のほとんどはとても難しいですし、生活で使わない言葉が多くて、あまり日本語の勉強にはおすすめじゃないのが多いんですが、これは普通の生活の話なので、本当にいつも使う言葉がとても多くて勉強になります。特にペットを飼っている人、日本でアルバイトをしている人、仕事をしている人、この本はぴったりですし、家族と離れて生活をしている人は家族に会いたくなると思います。今日はこの特別じゃない日がどうして日本語の勉強におすすめなのかをお話しします。無料で読む方法や日本人の漫画の感想の言い方も紹介します。最後まで見てみてくださいね。どんな漫画？この漫画は他の漫画と大きく違うところがあって、それは主人公、メインキャラクターがたくさんいるところです。例えば、最初のエピソードはこの、おばあさんが主人公なんですが、その次のエピソードはこちらちょっと裏にしてますね。はい、こちらのですね、このおばあさんの孫が、主人公です。はい。で、その次のエピソードはまた孫と一緒に働いているお兄さんの話という感じで主人公が変わります。でも全部のエピソードは同じテーマがあって、それは特別じゃない日、普通の日だということです。その
普通の日の中の小さな小さな幸せについて書かれています。例えば、最初のエピソードはスマホを初めて買ったおばあさんがおじいさんにスマホは便利だと、いい写真も撮れるし孫にはメッセージできると話します。でもおじいさんにはいいカメラがあって全然興味がなさそうです。でもおばあさんがいないところでおじいさんはスマホを使ってみます。そしておばあさんの笑顔をこっそりスマホのカメラで撮ります。おばあさんは後でスマホの中に自分の素敵な写真があるのを見つけて孫に LINE で写真を送ります。こんな感じで普通の生活の話なんですが、絵が可愛くて心が温かくなります。この本だけでも、いろいろな短いエピソードがあるんですが、その中でも私が好きなエピソードを一つ紹介しましょう。21歳の、男の子が、主人公なんですが、彼は、ある日猫を拾います。でも彼は猫を飼ったことがないので、Twitter に、この猫のことをツイートしながら猫好きさんにアドバイスをもらって育てます。最初は猫にしてはいけないことをたくさんして周りの人やフォロワーを心配させますが、だんだん猫が家族のように大切なものになっていきます。全然猫に興味がなかった男の子が猫にアクシデントがあった時、動物病院に連れて行ってバイトのお金を全部使って猫を助けるところはすごく感動しました。このお話のような素敵なペットの話もありますし、家族の話、仕事の話、子育ての話、ティーンエイジャーの恋愛の話もあって、話によって主人公が違うのでストーリーのジャンルがいろいろ変わります。でも共通しているのは特別じゃない日の中にある小さくて大切な特別があるということです。この本が日本語の勉強におすすめな理由。この本が日本語の勉強におすすめな理由は3つあります。1つ目は本当に使う言葉が多い。会話がすごくリアルだということです。これは白熊カフェがおすすめな理由と同じですが、やっぱり本当に日本人が使う言葉が出てくるのは、勉強のために読む漫画にはとても大切なことです。子供からお年寄りまでいろいろな世代の人の会話があるのがいいですし、特にアルバイトの時や仕事中の会話が本当に自然です。私は大学生の時にアルバイトをコンビニでしていましたが、漫画を読んでその時のことを思い出しました。とてもリアルでした。ちなみにコンビニのアルバイトエピソードには日本語を勉強している外国人留学生も出てきます。さらにナチュラルなのは会話だけじゃありません。日本人が毎日使う SNS、メッセージアプリ、LINE のメッセージや X、Twitter のスクリーンがたくさん出てくるので、それもまたリアルで勉強になります。今の時代に使われている日本語がここから学べると思います。2つ目の理由は、会話の文すべてに振り仮名があるということです。子供が読む漫画には振り仮名がついていることが多いのですが、大人が読む漫画には振り仮名はほとんどついていません。
日本人の大人は2000文字の漢字を学校でもう勉強したからです。この漫画は大人が読む漫画ですが、振り仮名がついているので珍しいです。LINE アプリのメッセージや Twitter のスクリーンには振り仮名がないので、そこだけは漢字を読まなきゃダメなんですが、少しだけ頑張って読んでみてください。3つ目の理由は、どこから読んでもいい短編集というところです。短編というのはショートストーリーのことです。短い時は4ページでお話が終わることもあります。短編なので、エピソードが面白くなかったらスキップしても大丈夫というのがいいです。今この本のシリーズは、5巻まで出ているのですが、普通漫画にある、1巻、2巻、3巻と書かれていません。この漫画を描いた漫画家さんはどのエピソードからも読んでいいように、特別じゃない日、それから働く理由か、一緒に食べようなど、名前を付けたそうです。エピソードがだんだん他のエピソードとつながっていくので、私はこの特別じゃない日最初に読んで、次働く理由、そしてちょっと今ありませんけど、一緒に食べようという順番で読むのが、おすすめです。でも自由に読めるのもいいですよね。どうしてこの漫画が人気なのか。この漫画は今日本人に、とても人気ですごく売れています。どうしてこんなに人気なのかは、Amazon の本のレビューを見てみると、わかります。一緒にチェックしてみましょう。まず、このですね、漫画の評価を見ると、星が 4.8 とすごく高いです。感想を見てみると、こんなコメントが多かったです。少し読んでみます。絵がかわいい。ほっこりする。初めて読んでみたけど、ほのぼのする。おばあちゃんがかわいい。読んでいてとってもほっこりします。幸せな気持ちにしてもらえると思います。とても心がほっこりする。優しくなれるお話でした。すごく面白かった。この作品と出会えて本当に良かったです。特別じゃない日、普段の日常で小さな幸せはいくつもあるんだなぁと感じました。続きが出たら読みたいです。レビューにたくさん出てきた言葉がありましたね。そう、ほっこりです。ほっこりは心が温かくなる、ハートワーミングの意味ですが、かわいいもの、かわいらしいものを見たときによく使う言葉です。この本のレビューでは、ほっこりとかわいいという単語はよくセットで使われていました。それから、ほのぼのするも似ている言葉で、心が温かくなるの意味があります。それプラス心がリラックスするという意味もあります。優しい気持ちになれるとか、優しくなれるというコメントもたくさん見ました。私も同じ気持ちです。日本人は夜遅くまで働いて毎日忙しくしている人もたくさんいます。だからこういう優しいストーリーにみんな感動してしまうんだと思います。この漫画はそんな忙しい人たちに普通の生活の大切さを教えてくれる、心を癒してくれる素敵な本です。忙しい日本人にこの本が人気な理由がわかりましたか？もちろん日本人じゃなく、すごく忙しく仕事をしている人、
勉強している人にもおすすめしたい本です。無料で読む方法。さて、今日は日本語の勉強にいい漫画、特別じゃない日を紹介しましたが、皆さんは読みたくなりましたか？この漫画は SNS で人気になったと言いましたが、実は SNS やアプリを使って無料で読むことができます。漫画家の稲空穂さんのインスタグラムと X、ツイッターには特別じゃない日の漫画のポスト、投稿がありますので、それで読めます。それからPixivという漫画やイラスト、同人誌を見ることができるアプリや、漫画アプリのピッコマ、LINE 漫画、ちょっと皆さんの国では見られないアプリもあるかもしれませんが、でも全部ではありませんが、このアプリでも見ることができます。下にリンクを書いておきます。まずは無料で読んで好きそうだったらぜひ買って読んでみてください。このチャンネルではアニメや漫画について優しい日本語で話しています。皆さんがもっと日本のアニメ漫画を読んだり見たり楽しめたりできるようにお手伝いできたら嬉しいです。それではまた。